世に牛虎の方角を鬼門という。今鬼の姿を描くには、頭に牛の角をいただき、腰に虎の皮をまとう。これは牛虎との二つを合わせてこの形をなせるのである。鬼や邪気が出入りする不吉な方角、北東に位置する鬼門。その反対の南東、猿の方角は裏鬼門と言われ、猿から始まる猿、鳥、犬の絵とは桃太郎のお供としても知られている。故にこの鬼は猿を食らっているのである。時刻を表す絵とも牛虎の時刻、すなわち牛三時は藁人形を使った呪いの儀式、牛の国参りや幽霊の出る時間帯としても不吉な時刻とされ、牛虎を合わせた鬼は不吉な存在として描かれているのである。もともと鬼という言葉は中国での死者の魂のことを指しており、西暦100年頃に書かれた中国最古の漢字辞典説問開示には、人の帰すところを鬼となすとある。日本でも平安時代中期、西暦930年代に書かれた国語辞典和名類似章の鬼の項目には、鬼の読みは木であるが、和名は鬼である。ある説では、鬼という字だという。鬼は物に隠れて姿を現さない。故に、鬼というのだ。死んだ人の魂、神である。などとある。人々は鬼を鬼と呼び、姿を現さない鬼として、または死んだ人の魂、神ともしたのである。延喜5年、西暦905年に創上された古今和歌集、仮名序には、大和歌は力を入れずして天地を動かす目に見えぬ鬼神も哀れと思わせ、男女の仲をも和らげて、武々しい武士の心も慰めるのが歌である。とあり、やはり鬼神を目に見えぬものとしている。しかし、日本で最も古い記述とされる鬼には実態がある。天平5年、西暦733年に完成した出雲の国不土記に現れる目一つ鬼である。あよ氷は役所の東南13里80歩のところにある。古老が伝えて言うには、昔、ある人がここの山田を耕し煙を立てて、ここを守っていた。その時、一つ目の鬼が現れて、耕している人の息子を食べた。両親は竹やぶの中に隠れていたが、竹の葉がわずかに揺れ動いたために、食べられている息子が、あよ、動いているよ、と言った。それでその地を、あよというのである。仁義3年に字をあよと改めた。とあり、実体のある一つ目の人食い鬼が現れている。それより十数年早い養老4年、西暦720年に完成した日本書紀では、西暦661年秋7月、斉明天皇が朝倉の宮で崩御された。8月に皇太子である中野大江の巫女が喪に服し、
岩瀬の宮に向かった日の夕方、朝倉山に大笠をかぶった鬼が現れ、斉明天皇の葬儀を見つめていた。これを見た人々は怪しんだ。とあり、鬼が斉明天皇の死を悼み現れたのか、斉明天皇の御霊が鬼となって現れたのかは不明であるが、謎の巨大な笠をかぶった鬼が目に見える鬼として現れている。しかし時代が流れると、日本書紀では祀ろわぬ民を鬼と呼ぶのである。慶光天皇の時代、天皇は大和武尊を蝦夷征伐の将軍に命じていった。かの東恵比寿は凶暴で、強姦を恥じることもなく、村に長もおらず、領土を侵し争い、山には悪しき神、世にはかだましき者がいる。往来も塞がれて、多くの人々が苦しめられている。その中でも蝦夷は特に手強い。男女親子の区別もなく、冬は穴で眠り、夏は木に住まう。毛皮をまとい、血を飲み兄弟で争い合う。山に登るときは飛ぶ鳥のごとく、草原を走るときは獣のようである。恩は忘れるが、恨みは決して忘れず、必ず復讐するという。矢を束ねた髪の中に隠し、刀を衣の中に帯びている。仲間を集めて辺境を侵し、実りの時期を狙っては作物をかすめ取る。攻めれば草に隠れ、追えば山に入る。昔から一度も朝廷に従ったことがない。今お前の人となりを見ると、背は高く、顔は整い、力も強い。武々しきこと稲妻のごとく、向かうところは敵はない。攻めれば必ず勝利する。形は我が子であるが、本来は神である。これは私が至らず、国が乱れるのを天が憐れんで、天行を整え、祖先の祭りごとを絶えさせないようにしてくださっているのだ。天下も位もお前のもの同然である。周到に計画を練り、悪しき者を懲らしめ、徳をもってなびかせ、兵を使わず、自ら従うようにさせよ。言葉巧みに荒ぶる神を静まらせ、あるいは武をもってかだましき者を打ち払うのだ。と言った。とあり、祀ろわぬ民を悪しき神、かだましき者、つまり、心のねじ曲がった鬼と呼んだのである。一方で鬼は、疫病を運ぶ目に見えぬ存在としても恐れられていた。貞観11年、西暦869年に完成した蜀日本後期には、貞和2年、西暦835年に流行した疫病に対し、諸国で疫病が流行し、病に多くの者が苦しんで、その病気神が来た、と記されている。平安時代末期に描かれた壁茶絵という絵巻には、神に天慶星と名付けられた星がある。御頭天皇及びその類の様々な疫気を捉えて、巣につけてこれを食らう。などとあり、天慶星という名の神が、疫病を運ぶ御頭天皇らの鬼を、お巣につけて食らう様子が描かれている。
鎌倉時代に描かれた六道への人道苦僧には、病魔に侵され、野外で苦しむ老人が描かれ、戸板のかけられた後ろからは、小槌を振りかざした鬼が、今にも最後の一撃を与えようとしている。傍らに座る小坊主は、なすすべもなく、それを見守り、人として避けられない生老病死の4つの苦しみが描かれ、老人の病苦の苦しみは間もなく死苦へと移り変わろうとしている。鎌倉時代末期に描かれた春日権現紀絵には、粗末な家の中で病魔に侵された男が嘔吐し、その吐砂物を犬が食らっている様子が描かれ、屋根の上にはふんどしに小槌を刺した赤鬼が家の中を覗き込んでいる。戸口にはイワシの頭を焼いて串に刺した八重がかしという魔除けのまじないが施され、軒下には祈祷の残骸が見える。同時に手を引かれた陰陽師、修験者であろうかが家から立ち去ろうとしている。家の外に新たに作られた小屋の中には、すでに息絶えたと思われる女が横たわっている。この絵を進めると、物々しい武士の一団が館を襲撃しようとしている。言葉書きによれば、邸内に有意識論という大乗仏教の巻物があったので、武士の一団は退散したという夢を見たなどとあり、目に見えぬ疫病を鬼の仕業とし、それを武士の一団に見立てて、仏法がそれを守ったという構図である。仏教でも鬼は取り入れられ、鬼の色を瞑想の邪魔をする5つの障害、5害としている。赤鬼は貪欲害、むさぼりや欲望。青鬼は心理害、怒りや憎しみ。緑鬼は根人水面害、倦怠感、眠気や怠け。黄鬼は上皇おさがい、挙動や後悔、甘えや執着。黒鬼は義害、猜疑心や愚痴を表していると言われている。また、地獄で様々な責め苦をもって亡者を苦しめる極卒も、ゴズメズなどの鬼である。ガキ道では、亡者となりガキとなった鬼たちが、飢えと渇きに苦しんでいる。哀れなガキたちを救うために、お盆やお彼岸には、背書き供養が行われるが、精霊棚には、背の低いガキたちのために、低いところにお供え物をし、火の明かりで驚かさないように、ほおずきが備えられる。仏法を犯す邪気たちは、四天王に踏みつけられ、苦悶の表情を浮かべるが、その中には、天灯記、竜灯記のように、仏前を照らす役目を与えられた者もいる。現代の鬼といえば、やはり節分の鬼であるが、その由来には、追な式、日本では鬼洗いとも呼ばれる儀式がある。旧暦の大晦日に、方相師と呼ばれる鬼の神が、宮中の目に見えない鬼を追い払う儀式である。この方相師という役が、四つ目の仮面をかぶり、棒を持って悪鬼を追い出すのである。鬼は
金棒を持つ姿で表現されるが、その由来には製鉄に由来するという説と、金棒は古くは金細棒と呼ばれ、この包装紙が持つ棒だという説がある。また、鬼という字についても、人が死に、ドクロになった姿だという説に、もう一つ、大きな鬼の頭をつけた人の姿だという説がある。確かに、ドクロのようにも見えるが、後者の場合には、四つ目の包装紙の姿に角が生えているようにも見える。亡者となった人の魂は鬼と呼ばれ、目に見えぬ厄災を怨と呼び、超自然的な怪物を鬼として恐れた。そして、いつしか末路あぬ民を鬼とし、恐ろしい世界、餓鬼道や地獄道に住まう恐ろしいものも鬼とした。我々は自分たちの物差しで見えざるものを鬼として、自分の常識では測れない人たちや現象、物事を総じて鬼や怨と呼んで恐れてきたのである。ことわざにはこんな言葉がある。白日に人を断ずることなかれ、人を断ずれば害が生じる。今夜に鬼を語ることなかれ、鬼を語れば怪至る。今夜も見えざる者たちが訪れてきそうである。